はい、こんにちは、リピです。今回は設計者が現地調査に行くべき理由と確認するべき内容について解説をしていきたいと思います。私は普段設備設計の仕事をしていて、その工場とかで働く生産技術の方がお客さんとなって、その方向けにオーダーメイドで設備の設計をするという、そういう仕事をしています。で、この設備設計の仕事の基本的な流れなんですけれども、まずその生産技術のお客さんから、こういうことを自動でやってくれる機械が欲しいみたいな、そういう要求をまとめたもの、それを引合使用書っていうんですけれども、でその引合使用書の内容をもとにして、どういう風にしたらそれを実現できるかっていう、そういうことをアイデアとして考えていくんですけれども、そのアイデアを取りまとめてお客さんに提案をして、その提案をもらったお客さんが、社内に持ち帰った後で、もうこの提案いいねって、これを作ってほしいとなれば受注となって、その設備設計の会社の売り上げとして計上することができます。で、この提案を作る時の話なんですけれども、そのお客さんからその引き合い使用書、こういうことをしてほしいっていう要求を見た瞬間に、いきなりアイデア出しとか、その設計をスタートさせるっていう方、中にはいるかと思うんですけれども、そういう方に対して言いたいのが、ちょっと待ってくださいと。可能であれば、そのアイデア出しとか設計をスタートさせる前に、お客さんの設備に訪問して、現地調査をしてください。ということが、今回言いたいことです。現地調査って何かっていうと、字のごとくなんですけれども、その機械を納品するその現地にあらかじめその訪問をして、その言語化されていないようなその設計条件とか、あとは潜在的なお客さんのニーズとかっていうのを認識するために行うという、そういうものになります。というのもですね、一応仕事のやり方としては、その現地調査を行わずに、もうお客さんからもらったその使用書の内容に基づいて設計をスタートっていうのもできなくはないんですけれども、じゃあということで、そのお客さんからもらったその引き合い使用書の内容とか資料の内容が、設計条件として十分かっていうと、そうはならない場合があるんですね。で、ここの仕事を雑くやってしまうとですね、仮にその仕事が受注できて、機械を作って、納品しますってなった時に、いざ納品してみたら、あれなんか想像していた現場と全然違うぞみたいなことってすっごいあるんですよ。で、それによってですね、その機械を出荷する前のその自社の工場内のテストではうまくいったのに、お客さんの施設に持っていった途端に全然うまくいかなくて、もうトラブルまみれになってしまって、でそのトラブルを処理するために、本来利益になるはずだったお金を使ってしまって、結局赤字になったっていう、そういう話って、全然珍しい話じゃないんですよ。やっぱり現場に行くっていうのは非常に重要だなっていうのは、7年間この仕事をしてきてすごい思いますし、特にこの設計をやる前段階のこの現地調査っていうのは、もうめちゃくちゃ大事だなっていうのは本当に痛感してます。で、私大学卒業して最初の5年は大企業で仕事をしていたんですけれども、私が入社した頃のその上司たちの雰囲気っていうのは、生産性だとかもう効率を上げろみたいな、そういうことばっか言われてですね、なかなか出張に行かせてもらえないみたいな、そういう風潮の方が圧倒的に多かったんですね。例えばもう右も左もわからないようなそんな若手だった頃に、その直属の上司がそのお客さんの設備にちょっと出張に行くっていう話を聞いて、ちょっと自分も現場見に行きたいから行かせてくださいとかって、課長に言ったりすると、出張するのにそんなに人数はいらんと。お前はお前の仕事をしてろって言われて、もう無駄な出張は行くなとか、無駄な工数はもう1時間でも削れみたいな、そういう風に言われることの方がめちゃくちゃ多くてですね、現場出張に行かせてもらう機会ってめちゃくちゃ少なかったんですよ。で、生産設備の機械っていうのは、基本的にはオーダーメイドで、その機械に求められる能力とか精度も案件によって全然違いますし、その装置を収めるお客さんのニーズによっても全然構造が違ったりしますし、あとは収める現地の状況によっても全然構造が違うなんて、こんなこと普通なんですね。だからこそですね、この本格的に設計に取り掛かるこの前段階において、しっかり現地の状況を把握するっていうことが、もうエンジニアとしてはめちゃくちゃ重要になります。ということで今回は設計者が現地調査に行くべき理由と、その現地調査で確認するべき内容について解説していきたいと思います。で、この現地調査をしっかりやって、どれだけこの設計とかアイデアのクオリティを上げられるかどうかっていうのは、お客さんのその製造工程の生産性を上げられるかどうかっていうのにものすごく直結する非常に重要な内容になりますので、設計のプロとして頭を使って考えるためにこの動画を役立てていただければと思っております。で、現地に行って何を確認するかっていう感じで説明をしていくんですけれども、確認するべき内容の一つ目は現場環境。
現場環境っていうと、かなりざっくりしているんですけれども、いくつか例を挙げて説明をしていきたいと思います。で、生産設備って一般的には屋内で使われることが多いんですけれども、じゃあどういう屋内なのかっていうのは結構現場によってピンキリだったりするんですよ。ある現場ではその空調とかが効いたそのクリーンな感じのそういう工場だったりすることもありますし、またある現場ではですね、もう屋内といってもトタンの屋根がついてるだけみたいな。で、空調といってもそのスポットクーラーだったりして、で、もう窓から虫とか鳥とかがもう入り放題みたいな、そういう現場も結構あったりするんですよ。で、空調の効いたクリーンな現場環境だとそんな考えることって少ないんですけれども、そういう屋根がついてるだけみたいな、そういう現場だと、例えばその真夏の暑い時と真冬の寒い時のその気温差の影響っていうのをダイレクトに機械が受けるので、その材料の熱膨張とかで不具合が起こらないように注意が必要だなとか、あとは下手に光電センサーとかレーザーセンサーを使ってしまうと、そこを虫とか鳥とかが遮ってしまった時に、そのセンサーを叩いてはいけないようなタイミングで叩いてしまって、エラーで止まってしまったりとか、最悪は誤作動を起こしてその作業員の方を怪我させてしまったりとか、そういう事態も考えられるので、例えばしっかりそのセンサー周りはカバーをして、もうそういうことが起こらないようにしようとか、あるいはそもそも光電センサーじゃなくて、そういう影響を受けにくいようなセンサーを使うようにしようとか、そういう設計条件が必要になります。あとは施設の天井の高さも結構見たりしますね。当たり前ですけれども、天井より高い装置を作ったところで納品できないので、そういった意味で天井の高さは把握しないといけないですし、で、意外と忘れがちなのが、その現場のその床からその装置までの高さですね。で、装置を置くときって大体アジャストパッドっていう、そういう足を使うんですけれども、ベタベタに近いような高さで機械を設置するような現場もあれば、ある程度高さをかさ上げしてあげて設置しないといけないという、そういう現場もあったりするんですよ。で、その床から装置までの高さを確保したいっていうお客さんでよくあるのが、そこに掃除用具を収納できるようにしたいとか、あとは装置を動かす中でそのゴミとか汚れとか、あとはワークの破片とかが下に落下しちゃった時にそこを掃除しやすいようにするためにスペースを空けといてほしいとか、そういうことがよくありますね。で、そこのスペースが必要になればなるほどですね、重心がどんどん上がっていくので、地震とかが起こった時に転倒しやすいので、しっかりアンカーを打たないといけないとか、そういう話になったりもしますし、あとはこの装置の下の方って、制御盤とか配電盤とか、エアの機器パネルとか、そういうものを設置することが多いんですけれども、それを設置するためのスペースが非常に限られてくるみたいな、そういう話にもなってくるので、そのあたりは確認が必要かなっていうふうに思います。あとは柱の位置ですかね。お客さんからもらった引き合い使用書を見ると、何メーターかける何メーターに入るように機械を設置してくださいみたいな、そういうことが書かれているのが多いんですけれども、例えばそこに扉をつけて開閉できるようにしてほしいって話になった時に、扉を開けようと思ったら柱のせいで開かないとか、もうマジで情けない事態になるので、そこは事前に確認するようにしてください。あと確認するべきなのは、その装置を置いた後のその動線ですね。動線っていうのはその作業員の方がその現場を行き来するための通路のことなんですけれども、今までそこは通路だったのに、そこに機械を置いてしまったせいで通路として使えなくなってしまって向こう側に行けないんじゃないかとか、場合によってはその装置の下をくぐって向こう側に行けるようにしてあげたりとか、あとはその装置の上をまたげるように橋を作ってあげたりとか、そういうことが必要になります。続いて現地調査で確認するべき内容の2つ目が、作業員の作業内容と人数。で、これはですね、現場の中でもそのライン工の方とか、あとはパートの方が手作業で生産をしているような、そういう現場に対して機械を入れて自動化しましょうみたいな、そういう案件で非常に重要となることになります。で、自動化の検討する上で、その設計者がまずやるっていうのは、作業員の方々のその作業内容を一個一個の動作に区切って、その一個一個の動作に対してどうやったら自動化するかみたいな、そういうことを考えることはよくあるんですよ。例えばその作業員の方が何かを取ってくるとか、何かを置くとか、あとは何かを確認するとか、そういう一つ一つの動作があった時に、それぞれに対して、じゃあ取る時の動作はこういう風に自動化する、
置く時の動作はこういう風に自動化する。この見るっていうのはどういうセンサーを使って何を見るみたいな、そういう風にして具体化していくんですね。で、私の経験上の話にはなるんですけれども、お客さん側の担当窓口の方って、生産技術の方が多いんですけれども、その生産技術の方ってその作業員の方々の作業内容をざっくりしか把握してないんですね。で、本当によくあるのが、作業員の方が実際に作業している内容を動画で撮影してずっと見てみると、生産技術の方から聞くのは、これは何かを取ってくる動作ですよっていうのだけ聞いてるんですけれども、実際その作業員の方が何かを取ってくる動作の時に、一見するとちょっと無駄に思えるような動きをしていることがあるんですね。で、よーく分析してみると、取ってくるのと同時に何かを確認しているみたいな、そういうことが結構あるんですよ。で、こういうのってやっぱり動画で残しておくっていうのがめちゃくちゃ重要で、いざ設計者が設計をするときに、もうその動画を何回も何回も見ながら、場合によってはコマ送りでポチ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 押しながら、この時何してる、この時何してるみたいな、そういうのをじーっと観察をしながら、こういう機構多分必要だなっていう風にアイデアを作っていくので、もうできる限り現地調査の時に動画で残すとか、それがダメだっていうことであれば、生産技術の方にお願いをして動画を後日撮ってもらうとか、そういうことは必ずやってください。で、それから作業員の人数についてなんですけれども、これは導入する設備の費用対効果を見積もるのに非常に重要となる情報になります。で、機械の設計って、ぶっちゃけて言えば無限に金をかければいくらでも高級にできるんですよ。ただ無限にお金を出してくれるお客さんなんてそんなのありえないじゃないですか。で、基本的にはお客さんに対して予算はいくらぐらいでお考えですかってことを聞くようにはしているんですけれども、中には予算をぼかされたりとか、あるいは逆にどれぐらいの費用がかかりそうかっていうのを提案してほしいとか、そういうことを言うお客さんもいたりするんですね。で、そういう時にやる試算っていうのが、現状どれぐらいの作業員の方が仕事をしていて、それを機械を導入することによってどれぐらい人件費を削減できるかっていうことを考えるんですね。例えば作業員の方々の時給、大体いくらぐらいだなっていうのを想定して、で、その作業員の方が何人かいるから、その時給かける何人分の人件費が1時間あたりかかってるなっていう計算ができて、その上でお客さんの生産現場が年間で250日稼働しているなっていう風にすると、250日分を掛け算すれば、年間の人件費っていうのが出てくるじゃないですか。で、設備を導入することによってどれぐらいの人件費が削減できるかっていうのを計算しておいて、で、一方でその設備を導入した時にその減価償却を何年にするか、例えば3年とか5年とかっていう風に仮定した時に、その年間で削減できる人件費かける年数分とその設備の導入費っていうのを比較して、費用対効果が出るかどうかっていうのを計算するんですね。で、その結果どう考えてもこれ費用対効果出ないなっていう風になれば、いくらいい提案をしたところで多分お客さんってうなずかないので、失注する確率めちゃくちゃ高いんですよ。なのでそういう時にはその予算についてお客さんと相談するとか、あるいは話がつかなければもうその時点でこの案件はお断りするとか、そういう対応が必要になります。ただですね、設備設計をある程度経験している人にとっては、お客さんの予算が決まってない時点で多分お客さんなんとなく自動化したい程度にしか考えてないだろうなとか、どれだけいい提案をしたところで、どうせ保留になるだろうなっていうのを察するので、工数をかけてアイデアを作り込むみたいなことはあんまりせずに、もう本当にラフな感じで一旦お客さんに出した方がいいなっていう、そういう感じになりますけどね。続いて現地調査で確認するべき内容の3つ目が、引き合いをもらった部分の前後工程。で、お客さんからもらった引き合い使用書の内容って、ここの部分だけをこういう風に自動化してくださいみたいな、そういうことだけ書かれていることもあるんですけれども、実はそこの前後の工程も含めて考えないと後々痛い目に遭うっていうことがよくあります。例えばお客さんからもらった使用書を見たら、その目標サイクルタイム20秒以内みたいな風に書かれていたとして、で、実際現場見に行ったら、その前後工程が例えば40秒ぐらいかかってると、そういうことになれば、いくらその工程を20秒にしたところで、前後工程がもうボトルネックになっているので、全く意味がないんですね。
で、サイクルタイムって短くなればなるほど機械の値段って基本的に上がっていくので、無駄にサイクルタイムが短いっていうのは、実はお客さんにとっても嬉しくはないはずなんですね。なので、その現場を見に行った時に、多分サイクルタイムそんな上げても意味ないなっていうふうに思ったら、お客さんに対して、使用書でこういうふうに書かれていますけれども、おそらくこの辺で十分かと思いますよと、その方が安くなりますよと、そういう提案ができると、受注する確率が高くなったりしますよね。あるいはお客さんに対して、今回ここの部分で引き合いいただいていますけれども、設備を見させていただいた感じからすると、おそらく最優先するべきなのはこちらの工程だと思うので、こちらの工程について検討を進めさせていただけませんか、そういうふうな話ができれば、お客さんにとってもメリットはありますし、設備設計側にとっても本来やらなくてもいい仕事をやらなくて済むみたいな、そういうことになったりするんですね。それから前後工程で見るべきポイントのもう一つ重要なところが、そのワークを装置に投入する時の方法とか、その姿勢ですね。それからワークが出ていく時にどういう姿勢で搬出をしてあげないといけないかとか、そういったところになります。例えば産業用ロボットがきっちりとした姿勢で入れているのか、それとも人間がポコポコ適当に入れている感じなのか、それによってここはロボットが来るからここはスペース空けとかないといけないなとか、あとは人が雑く入れたとしてもうまく装置が稼働できるように位置決めの機能をつけないといけないなとか、そういう設計条件が出てきたりするんですね。あとは引き合い使用書に求められているその装置の能力に対して後工程の能力が圧倒的に足りていなければ、例えばそのサイクルタイムの差を吸収するためにそのワークを仮に貯めておけるようなそのバッファーっていうんですけれども、そのバッファーの機能を持たせたスペースっていうのがまた必要になったりとか、そういう設計条件が出てきたりもするんですね。なので設備設計としてのその仕事のスタンスとして、お客さんから言われたことだけをやるとか、使用書に書いてあることだけをやるっていうよりも、そもそもなんでこの自動化をそのスペックでやらないといけないのかとか、あとはその引き合いをもらった装置のその前後の状況はどうなっているのかも踏まえて提案をしたり設計をしたりすることがめちゃくちゃ重要なんですね。で、続いて最後なんですけれども、現地調査で確認するべき内容4つ目がですね、既存設備の劣化汚れ具合。お客さんの生産設備によってはもうすでに何らかの機械が動いてるみたいな、そういう現場もあったりするんですけれども、その動いている装置の汚れ具合とか劣化具合は必ずチェックするようにしてください。例えばその装置をパッて見た時になんかやたら錆びてるなっていう風に思ったら、これもしかして鉄じゃなくてステンレスの方がいいんじゃないかっていう、そういう風になったりもしますよね。で、鉄とステンレスってその材料単価で言うと3倍ぐらい違うので、その鉄からステンレスにした途端に予算オーバーになったっていうのは結構あるんですね。あとチェックしてほしいのが、その既存設備でそのワークが流れているところで、そのワークと機械が接触している部分が、どんな感じで汚れたり劣化したりしているかですね。で、例えばそれを見た時にやたら泥がついてるなとか、そういう風になれば、そのワークに泥がついた状態で機械に投入されることを想定しないといけないので、例えばその投入されたワークが原因で、その今流行りの画像認識用のカメラが例えばレンズに傷がいっちゃいましたとか、そういう事態になれば、カメラなんてもうすぐダメになっちゃいますから、ワークとカメラの位置関係っていうのはなるべく離してあげないといけないなとか、あと間にシャッターをつけてあげないといけないなとか、そういうのが設計条件になりますし、それからワークについたゴミとか泥とかがベアリングの中とかに入り込んじゃって、そうするとベアリングって数日とか数ヶ月でもうすぐダメになりますから、でベアリングを交換するっていう風になると、もう場合によってはもうラインを完全に止めて、で装置をもう全ばらしして交換しないといけないみたいな、そういう事態にもなりかねませんので、そうならないためにもそもそもベアリングの中に入り込まないようなそのカバーをつけたりとか、そういう構造にするとか、そういうのが必要だったりもします。あとは現場をパッと見た時になんか現場の設備全体が汚いなって感じたら、お客さんの設備保全の能力が低いっていうのは頭に入れておくべきです。で、お客さんに自動化の設備を提案する時って、お客さんの頭の中ではこれだけもう人が減らせるっていうか、もうむしろ人がいらなくなる、もうこれでオール自動化だみたいな、そういうことを考えている方もいるんですけれども、どんだけ人を減らしてもメンテナンスが一切いらなくなるってことは
まずないんですね。で、そこが分かっていなくて、もう掃除してほしいのに全然掃除しないとか、グリスアップしてほしいのに全然グリスが充填されてないとか、そういうこと結構あるので、なのでお客さんに提案を持っていくときに、こういうメンテナンスが必要ですよっていう風なのを念押しして言うみたいなのが必要だったりもしますし、あとはこれは自社の営業さんとの相談にもなるんですけれども、例えばサブスクリプションの契約をして、何ヶ月に1回ぐらいの頻度でうちのエンジニアがお客さんの生産設備にお伺いしてメンテナンスをしますよみたいな、そういう話を持ちかける方がいいっていう、そういう場合もありますと。で、逆に設備がめっちゃ綺麗だなっていう風に思ったら、普段どういう風に掃除をしているかっていうところは頭に入れておいた方がいいかなっていう風に思います。一番多いのが拭き掃除で拭いたりとか、あと何かでこすったりするみたいなのが多いと思うんですけれども、その掃除が必要なところっていうのはアクセスが良くないとダメですよね。例えば手が届かないところを掃除しろなんて、それは無理な話なので、そこは設計として気遣う必要がありますし、あとは逆にその装置に鋭利な刃物がついていたりとか、あとは画像検査用のカメラがついている場合だと、素人にはもう絶対に触ってほしくないところ、怪我したりとか、そもそも装置が動かなくなる可能性っていうのもあったりするので、そういうものは作業員がアクセスしづらいところにあえて設計してあげる必要があるなと、そういう気遣いが必要になったりします。あとは掃除の仕方によっては洗車する勢いで水をぶっかけるみたいな、そういうお客さんもいるかと思うんですけれども、そういう場合であれば装置が錆びたりしないように、表面処理で気を使ったりとか、材料選定で気を使ったりとか、そういうのが必要ですし、あとは樹脂とかだと吸水性といって水がかかると水を吸っちゃうような材質っていうのもあったりするんですよ。で、そういう材料に水がぶっかかるとどんどん材料が劣化していってしまうので、そういう材料は使わないようにとか、そういうところを考えて設計する必要があります。あとはコロナが流行り出してから装置をアルコール消毒するみたいな、そういう現場も結構増えてきているんですけれども、そのアルコールとか次亜塩素酸に耐性のある材料をちゃんと使うとか、そういうのが必要になったりしますね。で、まとめなんですけれども、設計者が現地調査に行った時に確認するべき内容と、なんでそれを確認しないといけないのかっていうことについて4つ取り上げて紹介していきました。で、今回は4つに絞って紹介をしたんですけれども、実際現場行った時にはまだまだ確認するべきはこんなもんじゃなくて、現場に行ったらよーく観察をしてじっくり頭を使って考えて、それでアイデアを作るっていうのが必要になってきます。で、仕事をしていてやっぱちょこちょこ聞くのが、その現地調査に行くっていう風になったとしても、そんなの無駄だからやめろとか、無駄なことはせずにもっと効率的な仕事をしろみたいな、そういうことが言われるケースが多いようなんですけれども、言い方ちょっと悪いの申し訳ないんですけれども、こういうことを言う人って基本的に設計能力の低い人が多いんですよ。ただ必ずしもっていうわけではないっていうのが1点と、もう1点重要なのが、じゃあなんでその上司が無駄に現場に行くなっていうことを言い続けているのかっていう、その根拠をたどってみると、そうだとしたらわからんでもないなっていうこともあったりするんですよ。で、この辺の件について以前技術士の春山さんという方と対談させていただいたので、まだ動画を見てない方は見ていただきたいんですけれども、この設備設計の業界で良くないなっていうところの風潮の一つとして、その構想設計、例えば設計者がお客さんの生産現場に訪問していろいろ観察したりとか、お客さんと実際打ち合わせをして、お客さんのニーズをヒアリングしたりとか、あとはアイデア出しをするとか、そういうのをひっくるめて構想設計って呼ばれているんですけれども、この構想設計の仕事ってお金にならないことがほとんどなんですよ。で、この構想設計って何か特別な資格がないとできないものなのかっていうと、全然そんなことがないので、保険の自動見積もりとか引っ越しの自動見積もりみたいなガラガラポンで簡単に出てくるものみたいな、そういう感覚の人たまにいるんですけど、この構想設計ってそんな誰でも簡単にできるようなレベルの仕事じゃ全然ないんですよ。で、この構想設計ってもう設計者にとって一番と言っていいほど重要なフェーズだったりもしますし、で、今回の動画では現地調査だけに切り取って話をしましたけれども、もうそれだけ切り取ったとしても設計者が考えたりとか観察するべきことってめちゃくちゃいっぱいあるのがお分かりになったかと思うんですよ。で、この構想設計をどれだけ丁寧にやってどれだけクオリティを高められるかによって
最終製品の形は全く変わってきますし、それを使うユーザーの生産性も全く変わってくるんですね。にもかかわらず不思議なのが、この重要かつめちゃくちゃ頭を使うような作業に対してお金って1円も稼げないことが多いどころか、それをするためにかかるその出張費とかその設計費っていうのは全部設備メーカーが費用として払ってることが多いんですよ。で、仮にその構想設計でその費用がかかった分っていうのを見積もり金額に上乗せしてお客さんに提案すると、お客さん見積もり金額を見た時にうわ高っていう風になって失注する確率がめちゃくちゃ高くなるので、あんまり値段も上げられなかったりするんですよね。というのもお客さんによってはですね、その提案した内容そのものにはほとんど興味を示さなくて、結局いくらなのっていうところにしか目がいかないみたいな、そういうお客さんもやっぱいるんですよね。で、そうやって設備メーカーがお金が稼げませんっていう風になってしまうと、会社って赤字が続けば当然潰れますので、それを防ぐために契約で決められた最低レベルのことしかやりません。もう余計な構造とかサービスとかコミュニケーションはもう一切やりませんみたいな、そういう風になってしまうんですよね。で、そういう雰囲気になってしまったプロジェクトって最終的に誰が一番辛い思いをするかっていうと、お客さんの生産現場の方々なんですよね。契約で決められたもう最低レベルの装置、よく止まるし、よく壊れるし、掃除しにくいし、メンテナンスしにくいしみたいな、そういう最低の機械をもう数年数十年って使うことになりますから、そういう風な感じでお客さんが不利益を被るっていうのがありますし、それに設備設計をしている立場からしてもですね、そんな感じで周りから文句ばっか言われるような機械を設計するのなんてやっぱ嫌ですよ。なので個人的にはこの現地調査とかも含めた構想設計でしっかりお金が取れるような、そういう仕組みとか風潮作りができていったら、今後の日本の製造業の未来は明るくなるんじゃないかなっていう風に思っています。で、もし視聴者の方にですね、私生産設備の仕事をやってますよとか、設計やってますよとか、そういう方がいればですね、ぜひコメントに自社の仕事の内容について可能な範囲でコメントいただけると非常にありがたいです。はい、ここまでのご視聴ありがとうございました。最後にお知らせになります。このものづくりのすすめチャンネルでは、私の設備設計の経験を生かして、機械の設計とか製造現場の改善とかに役立つ情報っていうのをこれからも発信していきたいと思っています。動画がいいなと思ったら、ぜひいいねやチャンネル登録をしてもらえたら嬉しいです。それからものづくりのすすめというブログでも情報発信していますし、各 SNS でも情報発信をしております。気になる方はぜひチェックをしてみてください。それから副業で機械設計に関する仕事も受け付けております。最近おかげさまでちょこちょこ問い合わせをいただけるようになってきているので、気になる方はぜひ概要欄のメールアドレスからご連絡いただければと思っております。ではここまでのご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。